こんにちは、中丸貴文と申します。私の専門は日本文学で、主に平安時代の文学を研究しています。この日文献には昨年10月に着任しました。それまでは、横須賀にある防衛大学校で勤務していました。防衛大学校というのは、幹部自衛官を育成する、将来のですね、育成する学校で、そこにどちらかというと世間の注目は集まるんですけれども、大学という側面もあります。で、そこでは人文科学、つまり、歴史、文学、哲学、それから心理学、宗教学、あと何かありましたっけね。地理学、こういうものをですね、教育研究する人間文化学科というものがありまして、そこで、専門的に私は、古典を中心とした文学研究、教育を行っていました。で、将来、彼らは、学生たちは、将来、自衛官になるということが前提で、生活をしていますので、そういう生活する中で彼らは、まず自衛官に必要な素養。素養っていうのはちょっと漠然としてますが、訓練であるとか、それから、法律ですね。法律であるとか、また、そうですね。集団生活ですね。彼らは学生者という寮で生活していますので、そういう中で様々なことを学んでいく。で、そういうところで学んでいますと、文学というのはですね、非常になんというか漠然としたとか、ふわっとした、ものに見えて、なんというか、趣味の延長というふうに捉えられることが多いわけですね。で、もちろんその意義が全く理解されないわけではないですけれども、そういう空気の中で、12年間私は教官をやってきて、で、研究者としては、例えば、自分の与えられた仕事、つまり教育と研究だけ、それ以外のことは考えずにやっていくっていうスタイルもあるんですけど、やっぱり私は研究というのは、社会との関係であると思っているので、ある種その彼らと、格闘しました。で、自衛隊っていうものを理解しようというか、自衛隊のいろんな、例えば、訓練を見学に行くとか、あるいは部隊に研修に行くとか、硫黄島に行ったのは大変、いい思い出と言っていいのか、思い出というとちょっと、語弊があるかもしれませんが、非常に勉強になりました。で、そういう中で文学っていうものを考えてきました。で、そういうところに身を置くと、やはりこれは例えば一般大学はもちろん、一般大学の文学部で教育研究をするっていうのとは違った意味、一味も二味も違う経験をさせてもらった。で、防衛大学校で生活していく中で、私はだんだんこの文学に対して自信をつけるようになっていきました。で、最後、苦しいことも多かったんですけど、最後の2年間ぐらいは本当に学生たちと共に楽しい教官生活を送りました。で、心機一転、このという昨年10月から今度は日文献に来て、また違うステージで、教育研究で、また社会に対してもいろいろ発信していけたらなというふうに考えているところです。先ほど私の専門分野について、特に平安時代の文学という話をしましたが、ちょっとスライドも、利用しながら見ていきたいと思うんですけれども、平安時代の文学の中でも、漢文で書かれた日記を私は中心に研究しています。で、古記録と一般に言われるもので、代表的なものは、藤原道長の御堂関白記であるとか、藤原実助の小遊記などが有名どころだと思います。で、この、古記録から古代中世の日本の文学や文化を見通していこうというのが私の研究の、中心にあるところです。で、私自身は、誰の日記を中心にやってきたかというと、実は卒業論文の時は、一番下にあります、藤原頼長というですね、保元の乱で敗れた人として有名ですが、この頼長の大記を卒業論文で扱いました。で、大気は難色の記録がありますので、そこから興味を持ったということなんですけれども、大学院に、進むにあたって、おじいさんの藤原諸道、これは道長の、簡単な系図に書いてありますように、道長の曽孫にあたるんですけれども、諸道の日記、五二条諸道記をですね、
大気を知るためには諸道を知る必要があるというふうに考えて、大学院入ってから、ずっと結局続けて、博士論文までは五二条諸道記を中心に研究を進めてきました。で、実際にこの五二条諸道記論ということで、これは専門書ではあるんですが、一冊本を書いています。で、私自身としては、五二条諸道記が専門の人というふうに、ちょっとなるのはですね、本意ではありませんで、やはりあくまでも古記録から、平安時代の文学を考えるっていうところがあって、ただなかなか先に進まないんですが、今は、今度は諸道の、息子の忠真の伝略という日記と格闘しているところです。で、私の研究は、ポイント大きく、いくつかあるんですけど、今日は2つのポイントを述べたいと思うんですけども、1つ目は、まず歴史学の対象とされてきた古記録を文学研究の対象としているということと。古記録、多分初めの話で、古記録をやってるって、それって歴史なんじゃないのっていうふうに思われた方もいると思うんですけども、確かにこれまでは古記録は一次資料として、ある信頼できる資料として、歴史学で主に扱われてきたテクストなんですけれども、これを私は文学研究でやってる。で、これはどういうことかというと、もちろんこの文学と歴史っていうのは完全に分かれる、今の制度でも分かれるわけではないんですけれども、文学の側からいくと、例えば記録っていうのは果たして本当に事実をそのまま記したものなのか、っていうかものではないっていうことがまず言えると思うわけですね。例えば24時間あって、日記ですから毎日の記録で24時間記録を取るときに、8時間も寝ないかもしれませんけど、8時間を引いて16時間あると。で、そうすると16時間分全部日記を書くっていうのは不可能ですよね。で、結局そこで何を書くかっていう取捨選択が出てくる。で、これはまずは個人的な動機っていうのもあるかもしれませんが、主に基本的に我々は何を書くべきかっていう社会的なものがあって、そして個人的な趣向みたいなものが混ざってくる。だから極めてそういう意味では日記というのは恣意的なものなんだ。日記だけではないんですけれども、まずそういう観点から見ている。で、そうすると日記を読んでくると面白いのは書かれなかったことというのが見えてくることがありまして、その書かないっていうことも重要なんだっていうことも考えながら読んでいます。で、古記録の場合は同時代の記録がいくつか残っていますので、そういう意味でも書かないことへの注目ができるということになります。で、それから書くことの問題が古記録にも存在するというふうに、書きましたけれども、書くって一体何か。例えばここにパソコンがあって机がある。でもこれ、机っていう言葉は机そのものじゃないわけですよ。つまり言語によって代替していくわけです。で、この机、これが机っていうのはある意味日本語の圏内だけであって、よそではまた別の名前がついていくわけで、そうするとそのものやましてやその概念とか事柄をどのように言語で表現するかというのは、書くっていうことをするときにはついて回る問題なんですね。そういう意味では文学の研究の蓄積がありますので、古記録においてこういう視点から研究を続けてしていくということになります。研究のポイントの2点目ですが、国文学研究では端に置かれてきた漢文のテクストを研究していること。国文学、今日本文学ということが多いんですけれども、要するに近代に制度として成立した学問分野なんですね。で、この国文学というのは要するにその近代国民国家日本のアイデンティティを醸成するという目的が一つにありまして、そうしてくると日本の独自の文化っていう発想で作られた学問でありますので、そういう意味では本来漢文というのは別に日本であるとか中国であるとかどこかの国に属するものではないんですけれども、いわば異質なものとして排除されて、仮名が中心になってきてるんです。で、例えば多くの人に学生なんかにもですね、平安文学をいくつか挙げてみてくださいというと、大体出てくるのは源氏物語、枕草子、それ古今和歌集とか伊勢物語とか。
で、これら全部仮名で書かれた文学なわけですね。で、例えば直線集を挙げてくださいというと、古今和歌集、五線和歌集と、そこら辺が出てくるんだと思います。で、例えば、じゃあ日本文学を挙げてくださいって言って、本朝文髄とか、本朝礼奏とか、三号四域とか、開封奏とか、こう挙げる、あるいは直線集って言ってですね、良雲集とか文化修礼集、警告集って言って挙げてくる。そういう人っていうのは、中にはそういう、天の弱な人間がいたりするんですけど、私はそういうタイプなんですけど、どちらかっていうと少ない。つまり、我々日本文学というと、平安文学というと、仮名が中心だというふうに捉えられがちなんですけれども、漢文というのは実はもちろん仮名というのは漢文から発生してくるもんですから、いわば公の文学としてずっと存在し続けるわけですね。で、実際漢文での日本人が書いた漢文というものがいっぱいある。で、これはもちろん研究してる人はいるんだけれども、なかなかそれが中央に置かれて、分析されることが少ないというのが印象です。で、また同時にですね、それからこのマナとカナっていうふうに書いてますけど、これも考えてみればですね、ちょっと立ち止まるとですね、わかるんですけど、カナというのは、要するに仮の文字っていう意味で、マナ、これは漢字のことを指すわけです。だから漢字は真の文字で、カナは仮の文字なんだ。そういう名付けなわけであります。そういう意味でも、平安朝における、ある意味ハイカルチャーとしての漢文学というものはもっと注目されていいだろうというふうに考えています。で、また、日本人の書いた漢文はちょっと不幸なことにですね、今度は漢文学、中国文学っていう言い方をする方が分かりやすいかもしれませんけれども、中国文学においては変態漢文とか和集漢文として低く見られてきたわけです。これ要するに正しくない、そして日本人臭い漢文だっていうことなわけですけれども、いや、そういう見方として一つあるわけですけれども、ちょっとこれを視点を変える必要があるだろうということで研究を進めています。で、私の研究全体としてそうなんですけれども、終焉と中心っていうことをちょっと、考えています。で、つまり今まで終焉に置かれてきたものをちょっと真ん中に置いて見てみる。そうすると世界の見え方が変わってくるわけですね。で、例えばそもそも日本文学で古記録を研究するなんていうことはないわけですけど、基本的には。古記録を真ん中に置くことで、例えば、日本文学であるとか、日本史学であるとか、漢文学。それ以外にもですね、哲学、思想ですよね。思想であるとか、あるいは言語学の方面から、要するに様々な学問をつなぐことができるであろうというふうに考えています。それから、漢文でいくと、仮名だけを見ていると、要するに日本の平安文学っていうのは源氏物語なんだ。これは私も反対はしないわけですけども、一方で非常にドメスティックな発想になっていってしまう。でも日本人が書いた漢文を考えることによって、大きな漢文世界の中に、東アジア漢文世界の中に日本の文学というものを位置づけることが可能になるだけではなくて、例えば朝鮮半島においては、朝鮮半島でも、漢文を書いていました。だから朝鮮の人の書いた、朝鮮漢文であるとか、あるいはそこからハングルが生み出されていく。それからベトナムにおいては、ベトナム漢文。それからチュナムっていう、ベトナムの表記法が出てくるわけです。で、さらにですね、その漢文世界っていうのは、一つのアジアの文化圏を形成するわけですけど、その外側にはですね、また大きな言語文化圏が存在していて、サンスクリット語であるとか、ラテン語なんかも出てくると思います。それからアラビア語。様々なそういう古典語との関係性も見えてきますし、さらにはですね、今、まさに平安時代の漢文の果たしていた役割、もうそれ以上かもしれませんけども、英語っていうものも見えてくるんだろうというふうに思っています。で、つまり私自身がどういうことを考えているかというと、まずやっぱり枠組み、制度っていうのを自明としないっていうことです。つまり今日の中心は明日の終焉かもしれない。そもそも私は関東から京都に来ましたけど、
別に今京都が中心、私は京都中心だと思ってます。平安文学やってるんで。だからそういう意味ではもう中心に来た。でも一方で都っていう観点からすれば東京に移ってしまって、東京っていう名称も面白いわけですけど、いわば中心がまた東にずれていったわけです。で、この中心とか終焉、だから終焉っていうのはある意味中心から見た終焉なんであって、終焉からすれば中心が終焉になるっていうような、そういうような非常に視点が変わってくる。様々な新たな視点を獲得することができる。で、ということが非常に重要なんではないかと思います。で、従来の、私としては、従来の学問分野にとらわれずに、新たなる研究を開くとともに、分断、私はやっぱりちょっとここのところ深刻な問題だと思ってます。分断というのが。で、この分断っていうのは要するに中心の中に身を置くと、一見それが全てのように見えてくる。できれば異なる他者っていうものを見ないようにしていく。で、実は人間っていうのは、もうこの人文科学、文学を読んでても、いろんな人と、付き合ってもそうなんですけど、それぞれ違うわけです、実は。で、中心に合わせていくっていう、無理して合わせていく。自分は、例えば日本人なんだ、男なんだっていうふうに、自分を、ある種枠組みの中に当てはめていく。無理して当てはめていく。で、そこから外れる人を、排撃するというか、そういうようなところに、最近出てきた言葉だと思うんですけれども、生きづらさみたいなものともつながってくるんだろうというふうに考えています。で、ちょっと話が大きくなったんですけども、そういう意味では、研究を通して、分断の進む社会に対する、処方箋っていうとちょっと、偉そうではありますが、専門家として少し何か提言できればなというふうに思っております。やはり研究っていうのは対象と徹底的に向き合うということで見えてきます。で、そういう意味では人文科学というのは、文学もそうなわけですけれども、人間と徹底的に向き合う学問です。で、今回は YouTube という私にとっても初めての経験なんですけれども、を通して皆さんとお会いするわけですけど、ぜひ、今後は直接お目にかかってですね、対話を通して、研究を深めていきたいなというふうに考えております。いつかどこかで皆さんとお会いするのを楽しみにしております。ありがとうございました。